皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画で質量作用の法則によれば、一般化された化学反応の速度式が、べき乗速型式で与えられることを示しました。今回は、べき乗速型式に含まれる反応次数についてお話しします。最も簡単なべき乗速型式について考えましょう。今、反応物 A が1式に従って変化しているとき、反応速度式は2式で与えられます。1式において A は両論係数を表します。また、2式において R は反応速度、CA は反応物の濃度、T は反応時間、K は反応速度乗数、N は反応次数を表しています。それでは質問です。質量作用の法則によれば、両論係数と反応次数は同じ値になりますが、多くの場合、これらは異なる値を取ります。なぜでしょうか。この理由を今回と次回の動画で説明します。理解を容易にするため、3式のような両論係数が1である反応を考えましょう。この時の反応速度式は4式で与えられます。質量作用の法則によれば、反応次数 n の値は両論係数と同じ1になります。しかし、実験データから決定される n は多分これよりも小さな値であるでしょう。3式が素反応であるかどうかにより異なりますが、以下に示すような2つが主な理由です。ここで素反応とは、3式のような反応模式に従い、反応物が1段階で生成物となる化学反応のことを言います。今回の動画では、1番目の理由について説明します。今、体積 V の空間に反応分子 A が5個存在すると仮定します。これらの分子は実際には空間に均一に分布していますが、分かりやすくするため図では分子を一列に並べ、各分子に番号をつけています。本反応形では A の分子はすべて反応に関わることができます。よって反応の対象になる分子の数は NA であり、分子の組み合わせは図のように与えられます。今、質量作用の法則を適用すれば、反応速度は5式のように一次反応速度式により表されます。この式の変形については前回の動画を参照してください。結果として反応次数 n は1となり、両論係数と同じになります。一方、反応物濃度が高くなると、分子がクラスターを形成したり、近くの分子が影響を及ぼし合ったりし、反応物濃度は局所的に不均一になると考えられます。このような条件下で反応速度はどうなるでしょうか。例えば、A4 と A5 がクラスターを形成すると、これらは自由に運動できなくなります。これにより、反応に関わることができる分子の数が減少し、分子の組み合わせ数は少なくなります。ここで用いた例では NA が小さいため、組み合わせ数の減少割合が大きくなっていますが、実際の反応形では NA が十分に大きいため、組み合わせ数の減少はわずかです。しかし、このわずかな違いが反応速度に影響を及ぼすと考えられます。今、サンプリングした資料の反応物濃度の測定値が CA であったとしましょう。クラスター形成がある場合、
実際に反応が起こっている場の反応物濃度 CA' は速度論的立場から CA よりも小さいとみなすことができます。実際に反応に関与できる分子の数が少なくなっているため、反応速度がより小さくなり、反応物濃度の低下は遅くなります。このような実験データによれば、本来 1.0 である反応次数 n は反応物濃度の違いを補うように1よりも小さな値、例えば 0.8 のような小数値として決定されるでしょう。同様に両論係数が2の場合、反応次数は2よりも小さな値、例えば 1.7 のような値として決定されるでしょう。今回の動画では、べき乗則型式反応次数その1についてお話ししました。その内容をまとめます。1、質量作用の法則に基づき設定されるべき乗則型式では、反応次数が理論的に反応模式中の両論係数と等しくなるが、実際の反応の反応次数はこれよりも小さなものになりやすい。2、この理由には主に2つのことが考えられる。その1つは、反応物分子がクラスターを形成することで、個々の分子が自由に反応できなくなり、反応速度の低下が反応次数に反映される。素反応である場合、反応次数は両論係数よりも小さな値になると推測される。3、もう一つの理由については次の動画で述べる。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。